かぶすごい甘みがある。ちょっと辛みがあって美味しい。うわ、これ薬味めちゃくちゃ美味しい。ハガツももちろん美味しいし。もともとそのなんかワインバーやられてたとか、その出身が普通の居酒屋なんで。そうなんですか。はい、全然だからお寿司も未経験ちょっとだけなんかかじったというか、どこで修行とかは全然なくて、基本のコンセプトはお寿司とワインっていう。基本はそうですね。でもまあ一品料理は結構しっかり、まあいろんなところに振って、はい、やってますね。もともとディスコで働いてたから、なんかまかないとか料理作るの好きやなってなって、あんなディスコの業界なんて4、50になってもできないじゃないですか。なんかないかなと思って料理の世界入ったんですけど、だから料理自体はもう6年しかまだやってなくて、その時に勤めたところの人が寿司好きで教えてもらうというか、なんか強制的になんかお寿司ってこううまいなみたいなのを知ってて、ここですここです撮ってもらったらここのインスタに行って。それ掘ったんですか。はい、掘ったんですか。はい、撮れないです。すごっ。ちょっとまだゴリッと感があって。波動拳です。日本のワインですか。違う、フランスのワイン。さっき言ったニコちゃんブランドのワインと一緒の生産者。こうロゼのワインに合わせてます。どういうニュアンスでそのロゼは合う。ちょっと白は合わない。合わない。合うっていうか逃げる逃げる。ロゼとか逃げるみたいな。小肌やっぱちょっと癖がある。そうなんですよ。でまあ筋目でしょ。でもともとこれで多分筋目せんかったら食われへんじゃないですか。そうですね。はい、だからそういう魚っていうのは白ワインとか合いにくいです。合うやつもたまにあるんですけど、そういうやつって例えば還元酒って普通にワインとして飲んだらきついワインっていうのが言ってみたら雑味と雑味をぶつけるみたいなイメージ。やっぱこの立地にもこだわりがあるんですか。こだわりないですね。ないですか。すごいなんか粋というか。家賃が安かった。家賃が安かった。これはマジまあこれ万能なんですよ。ネタに何でもですね。一般的にやっぱワインでいうとやっぱマグロ×赤ワインっていうのは結構他の店でも体験したことがあるんですけど、なんでマグロと赤ワインは合わせやすいというか合いやすいんですか。マグロに限らずですけど、赤色に赤を合わせるのがセオリーであるじゃないですか。はいはい。でも僕あんまり関係ないと思うんですよ。もう全然白でも赤身合うんで、だからこういう魚に関しては全然何でもいけると思うんですけど、ただなんかこのうち使ってるワイン全部ナチュラルワイン。ナチュール。そうです。全部ナチュールですよ。なんで食材にも好きがあればワインにも好きがあるんで、そこうまいことっていうイメージで僕は出してるんですけど、まあできてるかどうかっていうのはまたちょっと見る。ちょっとワイン不勉強なんであれですけど、ナチュールワインっていうのは普通のワインと何が違うんですか。無添加です。無添加。はい。一番簡単に言うと農薬とか使ってない。農薬使わないし、製造にも使わない。そういう薬を使わない、使用するも使わないっていうのが基本ですね。でも最近ちょっと入ってる規定があって、それを超えるとナチュールって呼ばないですよとかいうそういう規定もあるんですけど。そのわさ
ビにオリーブオイルをミックスしてるのはやっぱちょっとワインとの相性っていうのを考えて。聞いたことないですね。マッシュルームの香りが芳醇で美味しい。結構プリッとしてて。そうですね。油まだ熱いんで、これから良くなってくると思うんですけど。すごいお酒に合うぐらい結構しっかりした蒸してるんですよ。蒸して昆布を蒸してる。ここでそのままそれ洗っただけでちょっと塩味強いんで、蒸して一回滑らかというか柔らかくしてから昆布締めしてるんで、ここの旨味だけパコンと入るようなイメージします。甘めにいって赤酢入れてもと赤ワイン入れても。うわー、もうこのウニと白はめちゃくちゃ美味しい。ウニはアフリカンブラザーズっていうインポーターなんですけど、関西で買えるところがないです。兵庫県のリコルクさんっていうところにしかこのアフリカンブラザーズっていう人が卸さないんです。卵うまっ、めっちゃうまっうまっこっちがオレンジでこっちが山椒です。オレンジと山椒のクッキーと梨です。梨。秋月。秋月。はい。うわ、梨美味しい。クッキーの概念がちょっと変わるクッキーっていうか。でもやっぱりもちろんシャリ玉だけでいただくと結構主張があるんですけど、ネタといただいても結構シャリの味の濃さはありますね。これ言ってもらうと。でもやっぱり酒にすごい、そうですね。やっぱりワイン大将次くださいってこうなんかついつい言いたくなるような味の濃さがやっぱお酒と合う。イメージとしては、僕なんかここの店を作った時にコンセプトじゃないですけど、やっぱ自分が見に行きたいし作りたいっていうのがイメージで作ったんで、お寿司屋さんってね、僕らが行くとちょっと緊張してる、じゃなくてもうみんなと家に遊びに来てやみたいな、酒飲みながら寿司食おうやみたいなイメージで作ったんで、
まあなんかこう酒が進まんかったらそれ飲めない人が来んなっていうわけじゃないんですけど、酒進んでなんぼかと思ってすごい、まあこれから多分全然もっとシャリも変わってくるでしょうし。15年熟成のバルサミコ酢を炊いてます。穴子のできる。穴子を酢で炊くってどういうことですか？穴子の詰め作るじゃないですか。はい。詰め作るときにちょっと仕上げのあたりでブワーってバルサミコ酢入れてちょっと酸足してあげて、でやっぱコクがギュッと。確かにでもちょっとこの穴子はいわゆるその王道の江戸前とかのお寿司屋さんの穴子とはちょっとやっぱ酸味がある穴子っていうのがすごく新鮮。いやめちゃくちゃ合うな、赤ワインと穴子。全国いろんなやっぱり個性があるお寿司屋さんを行かせていただいてて、そのどれもが素敵だなと思うんですけど、この大阪のなんていうの、この路地裏の古民家みたいなところで中に入ってみたらすごくスタイリッシュな内装も含めて、でお寿司とワインっていうこの組み合わせも含めて、なんかここじゃないと、その寿司握るさんに足を運んでこないと体験できないこの世界観を今日なんか体験させていただいて、すごくなんかやっぱり寿司ってなんか答えがないんだなっていうところとか、そのお酒がまあワインメインじゃないですか。それってなんでなんですか？僕はワイン好きやからです。日本酒もいいんですけど、切った魚に醤油塗って食べて日本酒のうまいな、もうすごい限られるじゃないですか、日本酒。だから遊びが欲しいですし、香りとか色とか、それってなんかまあいくつかパターンがあると思うんですが、どういう観点でこの合うだろうなっていうのはこう考えてらっしゃるんですか？意識してるのは甘みと酸とうまみ、甘み酸うまみ、っていうのはすごい意識してて、だしってうまみ、だしとオレンジワインのうまみ合わさったらすごい相性いいなって自分で思ってて、まあそれはでもいろんなお店行くごとにこれいいなこれいいなって思って、でも寿司とナチュラルワイン飲める店ってほんまになかったんで、今ちょこちょこ増えてますけどなかったんで、勉強するところが洋食やったり中華やったり、なんか生かされへんか、なんか生かされへんか、なんか生かされへんかとかっていうのも賜物というか、そういうイメージではやってるんですけど、まだまだ全然完成やと思ってます。まあ一生多分悩み続けてワインと寿司とかワインと料理っていうのは一生考えると思う。